で、いいなぁ、私も入りたいなぁと指をくわえて眺めていた猫アレルギーのにゃんこです。猫やのに猫アレルギーなんて神様のいたずら。今日は以前絶縁後再会を果たした父が認知症児施設への動画に出演してくださったまゆこさんが再びなんちゃねを受けてくださいました。前回は息子さんとお父さんとの関係をご質問され、感動的なメッセージににゃんこも涙しましたが、今回はお母さんとの関係を質問されました。前回の動画を見てからの方がより今回の動画の内容が理解できると思うので、興味ある方は概要欄にある1回目の動画をご覧になってから本動画をご覧ください。さて、まゆこさんとお母さんとの今までの関係とこれからの行方とは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。何をされるんですか？チャネリングですか？私はチャネリングマヤ暦オラクルカードっていうのを3本立てでモニターしてたんですけど、今はもうね、講座ばっかりでセッションはあんまりしない。講座するんですか？そうなんですよ。ライトワーカーとマヤ暦とっていう感じ。すごい。なんか本当になんだろう、人生がここまで変わるっていうのを伝えるっていうのを結構してます。本当にやっぱりなんか同族だったので、それがまあこんなに楽しく変わるっていうのを売りにしてる感じですね。すごーい。本当に毎回にこう自分を見つめていくかっていうことをずっと言ってる感じです。そうなんや。自分をね、見つめていくっていうところですね。私もやっぱりすごいひどかったんで、地道にね、コツコツ励まし合いながらやるみたいな感じになってるんですけどね。私も助けられるんでね、ありがたいなぁと思って。やっぱり本当に孤独な結構人生だったので、私自身がね。なのでこうやってなんか仲間が増えていくっていうのがすごいいいなぁと思って。去年とか本当にやっぱり全然まだまだひどかったんで、その時にやっぱ父のこととかを見ていただいて、本当にそういうことをずっと見ていく出来事ばっかり起こるような一年だったっていう感じなんですよね。自分の一番の元になってるもう本当に家族のこと。で、やっぱそこを見ていくのも自分なんですよね。父とか母の問題じゃないっていうかね。みんながみんな自分の問題っていうかね。ここにやっぱたどり着いたのかなっていう感じがしますね。まゆこさんみたいな方が講師でこうやっていろんな方と関わってるっていうのはすごい納得です。なんか、まだまだなんですけどね、もう上がり下がりがね、すごいありますけどね。だしな、みたいな。本当に人間ですよね。ねえ。思います。今回はね、やっぱ母なのかなと思ってて、最終的にそこかなと思ってて、私母と何年喋ってないんだろう。父が倒れてからなんでね、3、4年になるのかもしれないんですけど、で、まあそこから1歳の母と、その周りの兄弟ですね、大阪にいるんですけど、みんなね、一切縁を切ったんですよ。父が倒れた時にすごい揉めてしまって、で、まあ母がね、割と私が父と鳥取に来たことがやっぱり面白くなかったんで、昔から私のことは気に入らない感じがあったんですけど、私がすごい父に似てるわけですよ。顔もそっくりで、4人の中でね、4人姉妹なんですけどね。まあずっともう母は本当に家庭内別居だったんで、私たち生まれた時から。まあ父が憎くて仕方ないのに、似てるから余計イライラするのか知らないけど、まあまあ結構風当たり強かったんですよ。で、今回鳥取に父と来るってことになって、父が倒れて、他の姉妹たちに言うわけですよ。全部あの子に押し付けなさい、みたいな。みんな嫌でしょって、父のことするの、みたいな。あの子があっち行ったんだから、任せたらいいのみたいなことを言うわけですよ。だから、結構私としてはなんか、母に対する思いっていうのは結構あったんですけど、この1年に結構それをクリアにしてきたんですよね、ずっと。なんか今別に何か恨み事があるってわけでもなくて、まあ元気に生きてりゃいいなって思うし、ただまあ会いたいか会いたくないかって言ったら、まあ会わなくてもいいかなってとこなんですけど、でややこしいこと言いそうな人なんて言うんでね、まあ結局言うんですけど、その父のことに関してもね、子供に愛がない親なんていないじゃないですか、結局のところ、どんな状態でも。なので、
私、きっと母も私にそれなりの愛がきっとあったろうし、LINE とかも本当全員ともう、通じないようにしてて、あれなんですけど、ショートメールで、母がね、妹が子供を産んだことと、猫が死んだことだけ知らせてきたんですよ。この4年間ぐらいの間に。で、返してないんですけど、一応気にかけてんだろうなとか思いつつ、今年ね、同じ9月誕生日なんですけど、今年の9月にね、あの人の誕生日にお花を私送ったんですよ。すごいですね。すごいでしょ。だからね、もうつまんないことを考えてないで、ただ普通に、ただ私の名前書いてなく息子の名前って送ったんですけど。そうなんですね。そう。そしたら生存確認にもなるしね、その住所にまだいるんだなとかね、思って送ったんですよ。そしたらだいぶ経ってからかな、息子に服が届いて、で、そこに一応入学祝いが入ったんですよね。すごい。そう。で、ちょっとすごいまた感動があるんですか、みんな母なりに、思ってるんだなってそう思って、もう全然本当に母に対する恨みつらみないんですけど、全く交流してないので、今どう思ってるかなっていうんだけど、分かればいいかなっていうか。そこが最後のあれなのかなと。クリアするっていうか、だいぶクリアしてると思うんですけど、なのかな、母のことなのかな。そこです。ご兄弟との関係はいいんですか？いや、兄弟誰とも本当にその時から喋ってないので、兄弟ってどうなんですか？あんまわかんない。そっか。大事なのかなわかんない。お姉ちゃんと妹でした。そう、姉とね、妹二人で、あんまりいい思い出がないんですよね、結局。一緒に住んでたんですか？一緒に住んでたのはね、20前半。私はもうすぐ家を出たんですよ、就職した時かな。お父さんがそうなってるのは知ってるんですか？はい。母とも多分ね、離婚して20年ぐらい経つんですよ。熟年離婚です。他の兄弟もそれぐらい会ってないんですよ、父に。私だけがね、自分が子供を産んだ時に、父と連絡を取るようになったっていう、父は一人ぼっちだったので、ちょうど本当に私に救われたような形になったんだと思うんですけど、父がね。その時もやっぱり私が未婚のシングルマザーで、うちの姉もすごい変で駆け落ちしてどっか行ってて、どこ行ったか分かんなかったのに、子供連れて帰ってきたんですよ。同じ時期にね、シングルマザーが2人っていう感じになって、そう。母がもう姉と姉の子供しか面倒見ないっていう状況になったんですよ。同じ状態の2人がいるのに、で、もう母にとったら姉が心配で仕方ないんですよ。本当にね、どうしようもない姉なんですよ。一人でちょっと生きていけないようなタイプなんですよ。私から見ても。お母さんがお姉ちゃんに頼ってるわけじゃないんですか？もう全然もう、本当あの子は一人でもう生きていけないんだからみたいな。全面的に姉のサポートと、甥っ子のサポートをして、私と息子はもう本当にすごい差があったんですよ。ほったらかしみたいな。あんたは一人でできるんだから。できるんですよ。私できるから。そう全然違うんですよ、姉と。確かにね。だからわかるんですよ。言ってることはわかるし、だけど、息子がかわいそうだったんですね。同じ頃の年頃で1歳違いだったんで、同じ保育園とかだったんですけど、もう姉の子供しか迎えに行かないし、そんなことあります？普通ないでしょ。なんでババ僕はダメなのとかなるから、もう嫌だったですよ、悲しくて。辛かったですよ。それで父に連絡取るようになったんですよ。なるほど。そういうのが私は耐えきれなくなって、父と連絡取るようになってね。で、父がそうやってうちの子可愛がってくれるんで、すごいやっぱり嬉しかったんですよね。もう父と生きていこうってなったわけなんですけど、母からすると、もう全部が許せないわけですよ。自分がいるのに父親と連絡取ってとか、どうのこうのとか言うわけですよ。いや、でも思うじゃないですか。あなたあっちばっかりじゃんとか思うんだけど、そんなこと言ったらまたここ怒るから言わないんですけど、私が父と鳥取来るってことになって、だから私も母にも挨拶もしないでこっち来たんですけど、やっぱりまずいし、最終的に私が、自分の中ではもうね、いいって思ってたとしても、きっとこれからもまだ思うのかもしれないなってところですかね。当時はすごく本当に辛かったので、もうでも何年も経って今安定してるので、幸せであればいいなぐらいしか思わないんですけど、本当孤独なんですよね。
こっち全然知らない場所だから友達もいないし、まあ生徒さんとかクライアントさんとかとお話しするぐらいなんですけど、そこでね、出会えてよかったですとか、人生変わりましたとか言ってもらって、やっとなんか自分の価値を見出してきたというか、あとはね、まあ息子がいるからかなっていうところが。お母さんどう思ってるかなってことですね。そうですね。はい。よろしくお願いします。お母さんが今めっちゃ怒ってて、まゆこさんが座ってるんです。お母さんが立ってて、周りは暗くって、まゆこさんがちっちゃい時かな。鬼のように怒ってます、お母さん。イライラしてるみたい。自分の人生がうまくいかへんのをまゆこさんのせいにしてるみたいな感じかな。なるほど。まゆこさんはその、わーって言ってんのに圧倒されてます、今。子供ですね。小学生ぐらいかな。まゆこさんはびっくりしてます。だって怒られることやってないから、お母さんがなんでそんな風に言ってるのも分かれへんし、なんか自分が悪いんかなって思ってるみたい。お母さんはずっと怒ってて、本当に鬼みたいにわーって言ってるんですよ。で、まゆこさんはなんかもうただただそれを受けてて、ごめんなさいって言ってる。でもどうしていいか分かれへんみたい。だってどうしようもないから。悪くないからね。でもお母さんが自分が悪いって言ってるって。お母さんが幸せじゃないのは自分のせいやって。だからごめんなさいって言ってる。ごめんなさいね。ひだまみ言いますけど。じゃあ生まれてこなければよかったって。お母さんをそんなに不幸にしてしまうんやったら、お母さんの人生がうまくいかない原因が自分やってお母さん言うから、それならば自分がいなければお母さんが幸せに暮らせるんやったら、それが自分ができることやってお母さんにとって。まゆこさんはお母さんのことをすごい思ってるから、自分の楽しみがどうとかじゃなくって、お母さんのためのことをしたいの。お母さんが幸せになることをしたい。その方法が自分がいなくなるっていうことでお母さんが幸せになるんだったら、もちろんそれをする。だからそうしますって。だからお姉ちゃんが羨ましいって言ってるかな。お姉ちゃんはお母さんに必要とされてるって。お姉ちゃんはお母さんのことを幸せにできる。お母さんにとってお姉ちゃんは、自分がいないとこの子やっていけないっていうことで自分の存在価値を保ってるんです。そういう意味でお姉ちゃんはお母さんを支えてるって。ちょっと曲がってますけど。でも、そういう形でもお姉ちゃんはお母さんの役に立ってるって。でもそういう形でさえも私はお母さんに何もできないから、お姉ちゃんが羨ましいって。そんな形でもよかった。本当。それが曲がってる愛でも、何らかの形でお母さんのためになることを自分もしたかったって。同じ子供やのに。なんでそれがお姉ちゃんが当たり前かのようにできて、お姉ちゃんが別に努力してるように見えへんのにね、お母さんにそうやって構ってもらうっていうことに対して。なんでそれはお姉ちゃんはすんなりできてて、私は本当の愛でお母さんのことを思ってんのに、アクションを起こしてお母さんのことを幸せにできないっていうのが辛い。でも、そこはすごいしっかりしてて、去るって決めたみたいです。そこはなんか腹が座ってるっていうか、去るって決める。今まゆこさんが思ってるのはね、去るということが自分ができる最大限のことやから、人を愛するっていうのは自分が強くないとできないから、そこは決意して去ったみたいです。で、さて自分の人生どうするかって、孤独みたい。でも、こんなもんかみたいなの思ってるかな。多分職場の人だと思うんですけど、いろんな人が喋ってて、それをバーって見てます。職場の人たちは当たり前かのように家庭という中で育ってきてる。お母さんがいて、兄弟もいて、例えばお母さんが心配して電話かけてくんねんな。それをこうやって今更もう子供じゃないんやからとか言って跳ねのけたとか。そういった、まゆこさんとはちょっと縁がない話。世間一般では普通なんやけど、まゆこさんにとっては縁がない話をみんな普通にするじゃないですか。それをははははって聞くんですけど、そんな世界もあるのかみたいな。だからそれを聞いて、やっぱり私って普通の家庭じゃないというか、普
普通の環境じゃない。普通は親が子供に愛情をかける当たり前かのように、それが自分にはないんだなって思ってるみたい。で、自分はなんでこんな境遇の中にいるのかなって。たくさんの人は普通の家庭で育ってるわけですよ。子供が何かしたら心配する。何かがあったら手助けする。っていうのをするんやけど、自分はそれがないから、そういう星の的に生まれたんかな、みたいな。かと言っても、やっぱり家庭が気になるみたい。自分の実家。だって、私だってお母さんの愛が欲しかった。家庭がみんなと違うのはわかるんやけど、でも、自分は母の愛が欲しいんです。普通の子みたいに。でも結果ね、お母さんのためを思って自分から離れたけど、でもやっぱり普通の子みたいにお母さんに頭よしよしされたいし、あなたがいてよかったわ、助かったわって言われたい。ちょっと曲がってるかもしれへんけど、お姉ちゃんみたいに必要にされたいわけ。自分だって。それがないねんなって今思ってる。人にはあんのに自分にないってこと。それを求める自分は弱いんかな。自分は離れるって決めたのに、お母さんのためを思って。でもやっぱり未だにこんな大人になっても、職場で働くっていう年齢になっても、やっぱりちらって後ろを見てしまう。自分の勝手を見てしまって、お母さんを見てしまって、やっぱり自分だって愛が欲しかったなっていう思いが、やっぱり消し去れないというかね。っていうのは、自分の欲望を優先してるわけですよ、そういうのって。わかります？そうやって思うのは、わがままかなっていうか、自分はまだ子供やな、みたいな。自分が足りてないって思ってるみたい。自分が弱いとか、そういうことですね。まゆみさんが思ってるってことですよ。それが事実ってことじゃなくて。実際にやってはいけてるんですよ。経済的に。やろうとも思ってる。でもやっぱりこかしら、まだそうやって思ってしまってる自分をダメやと思ってるって感じかな。でもかといって戻るって選択肢はないんです。だってお母さんをまたイライラさせちゃうから。そこはお母さんの幸せ優先するんですけど。で、今息子さん出てきましたね。息子さんと入れてすごい幸せみたい。やっと人の役に立てたから。息子さんは自分の愛情を残してるし、自分だって息子さんに救われてるわけじゃないですか。必要とされてる。で、やっと自分のアクションで人の役に立てるんですよ。お母さんに対してはどう頑張ってもできなかったからね。この愛情をかけるとか、自分の手で人を幸せにするっていう喜びってあるから、それを息子さんとはできるんです。必要とされ、必要とするみたいな関係性が息子さんとはできる。だからそこに対してはすごい満足してます。やっと生きてるっていう感覚がするし、やっと初めて、なんていうのかな、楽しい時間が持てたというか、色がついてる生活になったみたいな。すごい、和やかな、優しい色の世界が、やっとここでできたんですね。だから、息子さんとの関係はすごい嬉しいみたい。かといって、お母さんとの寂しさがなくなってるわけじゃないんです。ずっと背中に背負ってる。でも、そうやって思っちゃうと自分を責めるみたい。だって、大人になりきれてないから。ごめんね。自分やからお母さんが自分のことを嫌いなんかな。今まですごい頑張ってきたんやけど、仕事も頑張ったし、子供も産んだし、子供ともちゃんと関係築けてて、頑張ってきてるんですよ。それやのに、どうしても大人になりきれてない自分。そんなダメな自分やからお母さん苦しめちゃったんかな。だから自分を責めてるかな。ごめんね。やっぱりお母さん苦しめてたのは自分やったんかな。自分はそれが気づけへんかったけど、今まで。お母さんはそれを見抜いてて、だからお母さんがイライラしてたんかな。だから自分はお母さんに会う資格がないって。だって変わってないから。お母さんがイライラしてしまう理由が自分の中にまだあると思うし、だってこんだけいろいろやってんのに、まだお母さんの愛情を求めてしまう自分がいる。まだ大人になりきれてない自分がいる。
そのせいでお母さんを苦しめてしまったのに、今更お母さんのとこに行って、それを言ったところで、お母さんをもっと苛立たせてしまう。そんなことはできないって。だって決めたんやから。お母さんのこと幸せにしたい。それが自分にとってはお母さんから離れるっていうことやったって決めたんやから。だから今更帰れない。今もし帰ったらシングルマザーが子供を連れてお母さんのとこに帰ったらお母さんの負担がもう目に見えて増えるだけ。そんなことはできないって。だって私はいるだけでお母さんを不幸にしちゃうんやから。だからもうこれ以上負担はかけれないって。だから自分がお母さんの愛を欲しているっていうことももちろんもう言えない。それはお母さんのために。お母さんはもういっぱいいっぱいだから、まゆこさんのそう当たり前の感情、お母さんの愛が欲しかったって、お母さんにポンポンってして欲しかったって、お姉ちゃんみたいに変わった形でもいいから、お母さんの役に立ちたかったって、そんなこと言えないって。それがまゆこさんのお母さんに対する愛やから、自分が我慢する、できるだけお母さんから離れる、これ以上お母さんの負担にならないっていうのがまゆこさんにとってのお母さんへの愛なんです。自分にはもう息子がいるし、今までいろんなことを耐えてきたわけやから、この耐えるのはこれからも続くだけ。もう孤独じゃないしね、息子さんがいるから、だから自分さえ我慢すればいいんだなって。寂しさは心の中にずっとあるんですけど、やっぱ表面上は笑ってますね。だって笑わないと、周りの人がやっぱり心配するし、自分自身も楽しくもないし、楽しくもない雰囲気になっちゃうから、奥の底ではそういう気持ちはあるけれども、笑って過ごす。だってそれが今までの人生やったし、我慢して我慢して、自分の欲求とかやりたいことっていうのは我慢して、お母さんの幸せを優先した人生やったからね。これが続くだけ、今後も。自分が大人になりさえすればいい。自分で自分の心を処理してね。お母さんに実際に認めてもらえなくても、お母さんに愛情をかけてもらえなくても、自分の中で納得して、この寂しさをね、自分で処理すればいい話。そうすれば自分だって救われるし、お母さんにこれ以上迷惑がかけないっていう状況が作れるわけですよ。だから見るんです、自分の内面。それが、まゆこさんにとって、お母さんへの孝行だったんです。愛だったんです。だからすごい一生懸命見てたの。だからすごい必死でやってる。だって自分は足りてないから。お母さんにも役に立たれへんかったし。だからせめて自分のことを支えないとって。だからスピリチュアルに出会えたし、そこは神様が私を助けてくれたのかなって。自分のよりどころみたいなところ、もう伝えるところがないからね。こうしなさいってきっと言われてるんやなって。だからすごい一生懸命見る。でもその根底はお母さんに迷惑をかけないってこと。お母さんの幸せのためっていうことです。やってるのはね。でも、なかなかそれが取れへんみたいなごめんなさいね。で、今泣いてますね。いっぱいあるんですよ。いろんな方法をやっぱり教えてくれるわけやから、試すんですよ。でも真面目やしね。ちゃんとやるんですよ。逃げもしないし。やる気ももちろんあるしね。でもどうしても取れないんです。どうしても寂しいとかね、お母さんに認められたかった。お母さんに笑ってほしかった。自分がいるっていうことだけで笑ってほしかった。それをいくら頑張って自分で埋めようとしたって、息子さんの存在でも思わらへんの。でお母さんやから。お母さんの愛が欲しかった。世の中には、どう頑張ったってお母さんから愛情もらえないとかって言うわけですよ。もちろん分かってる。お母さん亡くなったってなんかもうもらえないから。そういう人から比べたら、まだコンタクト取れてね。自分で自分の思ってることを言える環境にあるっていうのは、それはまた幸せなんかもしれへん。だから、人より比べたら、もしかしたら自分は幸せなんかもしれへん。
それを思ったとしても、でもやっぱりね、あなたがいてよかったわって言ってもらいたいの。いなくなるんじゃなくて、あなたを産んでよかったわとかね、あなたがいてくれるだけで助かったわって、あなたが喜んでくれたら、それが私の幸せよとかね、ただいるだけで、お母さんの幸せになりたかったって。息子さんみたいに。息子さんがただいてくれるだけで自分を支えてくれてるみたいに。お母さんにとって自分もそうでありたかったって。その気持ちがやっぱりどうしても取れへんって。それは自分が足りてないからって。だからもっといろんなことを学んで、もっと内面見つめて、やらんとわかるって。だから笑ってるんですよ。表面上笑ってるんですよ。笑ってるんやけど、でもちょっとだけ焦りがあって。だって、そうできてこそ、お母さんへの欲求を断ち切ってこそ、やっとお母さんに認めてもらえる人間になれるみたいな感じ。そうなったら、お母さんに認めてもらえるんじゃないかなって。自分で自分のことを支えられる人間になったら、お母さんの愛情なくても私やっていけます。お母さんありがとうって。そんな形でもお母さんから学ぶことがあったから、お母さんから私は学んだし、お母さんの愛情もなくても私一人でやっていきますって。なった状態になってこそ初めてお母さんに感謝されるんじゃないかなって。だから頑張るんよ。まあ結局お母さんの愛情欲しいんですよね。だからやってるって。ちょっと矛盾してるんですよね。理由はお母さんの愛情が欲しいから。でもやってることはお母さんの愛情がなくてもやっていけるような自分になるみたいな。だからなんていうのこうエンドレスというかね。で、今、舞子さんがうわーってなりました。さっき言ったみたいに矛盾してるじゃないですか。お母さんの愛情をなくてもやっていける自分になれる。でもそうなりたい理由はお母さんに愛情が欲しいからなんですよ。結局このループから抜け出せれるようになった。だから自分はダメなんだみたいな。自分がダメっていうことはお母さんに会いに行けないですから。なんかもう四面楚歌みたいな感じ。すっごい頑張ってんのに。すっごいお母さんに対して愛情があるのに。もうどうしようもない感じ今。どこにも行けないって感じ。お母さんどこにも行けない。どうしたらいいのって感じ。で、必要なことは認めなさいって。自分が母の愛を求めてるっていうのを優先させてもいいよって。すごい人のためにやる人やからね。変えてきた人生やしね。今までお母さんのとこに行かなかったのはお母さんの幸せを優先したからですよ。でも自分の願いを優先させてもいいんだよって言ってます。あなたが人の願いを優先させてあげようって思うみたいに自分のことだって大切にしていいよって他人のことばっかしちゃったかな。自分がどうあればみんなが幸せになるかみたいな立ちまで考えてたからね。特にお母さんに関しては。今、息子さんとの関係は良好なのは、必要とされ合ってるからです。自分も必要としてるし、相手も必要としてる。それはすごい合ってるじゃないですか。必要とされる嬉しさもあるんだよって。それ分かってるんじゃないって。息子さんで。与える喜びだけじゃない。必要とされる喜びだってあるんだって。お母さんにとってあなたは必要とされてなかったから、辛かったんじゃないのって。それはお母さんも一緒じゃないって。あんなお母さんでもちょっと失礼ですけどね。あんなお母さんでも必要とされたいってお母さんも思ってるんじゃないって。でもお母さんも自分がそんだけしてしまった手前に今更必要としてほしいとか言えないじゃないですか。お母さんも分かってるやろうしね。冷たくやってしまったっていうのがね。でもお母さんは必要とされたい人なんですよ。姉ちゃんとの関係そうじゃないですか。必要とされてるから自分の存在価値を見出してみたいな感じ。そこで成り立ってるみたいな感じでね。だから自分がお母さんをね必要とされてるっていうことを言いなさいって。お母さんから自分が離れる。それがお母さんに対しての最大限できることやからやってたんやけど、
当に必要とされる喜びもあるんやって。それは今分かってるわけじゃないですか。難しいかもしれへんけど、お母さんもそうやって。こんだけ辛く当たってる娘なんやけど、でも彼女は必要とされたいと思ってるんだよって。お母さんの愛情が欲しかったって。私もお母さんに必要とされたかったって。お母さんに褒められたかったって。お母さんに抱きしめて欲しかった。それをちゃんと伝えなさいって。それがね、今やったら言える、生きてるから。これが死んじゃったらできないから。やっぱ生きてる間に言って大事なんですよ。もちろん死んだらね、そうやって、伝わるからね。だからそれで理解はあるかもしれないけども、やっぱり生きてる間に課題というかね、お母さんとの関係をクリアするっていうのが大事やから、ずっと言えなかった、私もお母さんから愛情欲しかったって、お母さんに必要とされたかったって、お母さんの幸せの理由になりたかったって、自分の気持ちをちゃんと優先させなさいって、今までできひんかったけどね、自分が思うお母さんの幸せを優先してたからね。で、そうやって自分の気持ちを優先させて、あなたのこと必要だったっていうことこそがお母さんの幸せでもあるんだよって。お母さんも人に必要とされたかったんですよ。そうやって自分の存在価値を見出してる。そんなまやこさんも一緒じゃないですか。人に必要とされて、やっと私ってここにいていいんだなって思うのと一緒。これ何似てるんですよね、お母さん。ちょっと分かりにくいですけど、人に必要とされて喜びを感じるっていう点ではね、お母さんもまやこさんも一緒なんですよ。それをどっちが先に言うかみたいな。もうお母さんは意地になっても言えないですからね。だから自分の気持ちに素直になりなさいって。生きてる間にやりなさいって。生きてる間にしかチャンスはないんやから。それが本当に自分がやりたかったことじゃないのって。一生懸命内面を見て、自分で自分のことを支えられる。お母さんの愛情がなくてもやっていける。自分になりたかった。でもそうじゃなくて、自分の本当の気持ちを認めてあげる。それをなくそうってするんじゃなくて、何かの代用でそれを埋めたりとか、ちょっと言い方悪いですけど、ごまかしたりとかね。なんとか自分を強靭な精神を培って、その気持ちをなくそうってやってきたんやけど、その気持ちを認めてあげて、自分のインナーチャイルドを認めてあげて、そのことをお母さんに言うっていうことだって強さじゃないのって、それを避けてきたんじゃないのって、お母さんのためと言いながら、それは自分で分かってるんじゃないのって。どうしてもやっぱりそれがね、怖いじゃないですか。また拒絶されたらどうしようかなとか、あんたなんかいらんわとか言われたらどうしようかなとかね。前みたいに大人になりきれてないわけですから、まゆこさんの中ではね。だからまたイライラされたらどうしようかな。だってただでさえお母さんの意に反したことを自分はしてるわけやから。お父さんと一緒に暮らしたりやってるのに、お母さんの愛情欲しかったなんてなかなか言えないですよね、これね。でもそういうのを全部置いといてね、自分のされたこととか辛かったこととか叶えてもらえなかったこととか一旦置いといてね、こんな状況やったけどいろんなことあったけど、今自分の心の中にあるのはお母さんに認めてもらいたかったって、その自分を肯定してあげることなんじゃないのって、自分ができてないのは。そしてそれをお母さんに言う強さ、どんな反応されたとしてもね、お母さんに愛されなかったっていう自分を大切にしてあげる強さ、他人を優先させるんじゃなくてお母さんを優先させるんじゃなくてね、自分のこのインナーチャイルドを守れるのは自分だけやから、それができてないんじゃないのって、それを言ってもいいんだよって、だって必要とされるっていう幸せをあなたは今知ったじゃないって、それはお母さんもあるんだよって、まゆこさんだけじゃない。それがお母さんにとっての幸せなんやって。そこをまゆこさんが埋めることだってできるんじゃないって。そういうやり方でお母さんを幸せにするっていうやり方もあるんじゃないのって。お母さんの前から消えてなくなるだけじゃない。やっぱりあなたの愛が欲しいんですって。お母さんじゃないとダメなんですって。そうやって言われることこそがお母さんの幸せなんじゃないのって。発想の転換。
子供を愛さないね、親はいないから、どんだけね、ひどく見えたとしても、やっぱお母さんにもあるんですよ。でもお母さんもやっぱり辛い人やったからね、人に必要とされたかったんよ。だからそれができるんじゃないのって。だからその一歩行きなさいって。自分のインナーチャイルドを認めてあげなさいって。それこそがお母さんのインナーチャイルドを認めることをやっていけますかね。そこでやっと初めてお母さんを許せるって。どうしてもお母さんの愛情が欲しいっていう気持ちが取れないこと。そういう完璧じゃない自分を受け入れて、それをお母さんにちゃんと素直に言った時こそ、本当の意味でお母さんを許せるんやって。今まですっごい頑張ってきた。でも、もう一歩前に進みなさいって。それが許すっていうことだよ。自分を許しなさい。そして初めてお母さんを許せる。それができて初めて他の人にも言える。いろんな人がやっぱりね、お母さんとの関係しんどいからね。だからそこは一歩、まゆこさんが強くなって示してあげなさいって。あなたが一歩、お母さんの懐に入って、本当の自分を認めて、それをお母さんに伝えなさいって。いうのってなんか負けを認めるっていうかね、降伏するみたいな感じになっちゃうから、ちょっと辛いけど、言うことこそが強さやって。お母さんはお母さんなりに頑張ってる自分の課題をね。だからお母さんなりにちゃんと愛情も示してるわけですよ。お姉ちゃんばっかして、まあね、なってるかもしれへんけど、ちゃんと服もお祝いも送ってきたじゃないですか。この状況の中でね。だからまあお母さんも愛情ベタやったんちゃうかな、お父さんみたいに。まあ、人間言えばね、もうしょうがないですよね。先に一歩行くのはできるんじゃないって。それが今までいろんなことを見てきたあなたならできるんじゃないって。お母さんは親かもしれへんけど、実年齢って関係ないからね。どんだけいろんなとこが分かってるか。だから、まあ向こうが親かもしれへんけど、そこに関しては、まゆこさんの方が上やから、そのための今までの学びやったんじゃないのって。それこそがお母さんの幸せでもあるっていうことを理解しなさい。それも学び、そういうやり方の学びもあるってこと。自分がお母さんの愛が欲しかったっていうのがお母さんの不幸にならないってことね。自分のことを優先させるっていうのは決して悪いことじゃない。結局はそれが相手のためになったりするんですよ。だからこれからもっと楽になる。それができたらね。他の人と境遇が違ったからね。そういう星のもとに生まれてきたんかなって。家族の愛をもらうって縁がなかったんかなって。そんなもんなんかなって思ってたんやけど、まゆこさんも普通の子供やったんですよ。ちゃんと愛もあったしね。分かりにくかったかもしれへんけど。ちゃんとあったんですよ、お互いに。ちっちゃい時はそれは分かれへんかったかもしれへんけど、大人になってからその関係性を築くことだって全然できるから、お互い学んだわけやし。お互いいろんなことがあったんですよ。だから勇気を出しなさいって。それが本当に人を愛するっていうことだよって言ってます。自分の行為で人を傷つけるって思わないで。自分の気持ちを優先させることが相手にとって幸せなこともあるんだよって。ここが臆病になってるんじゃないって。ここがちょっとパートナーを作るっていうところにもちょっとネックになってるみたい。だからそこにブロックがあるっていうかね、自分のことを優先させるところに引っかかりがあるみたいな感じですかね。許可を出しなさいって。自分のことを優先させる許可を出しなさい。お母さんがね、いろいろあったから、それをなんか感動的なストーリーみたいにね、ならないかもしれない。でもそれは耐えれるんじゃないのって言ってる。今まで耐えてたんやから。もっと大きな愛でお母さんのことを包み込めるわけやからね、まゆこさん。もしそれが拒絶されたとしてもね、心ない言葉がもしかしたらあったとしても、その準備ができてなかったんかなって、自分がここに来るまですごい時間がかかったようにね、お母さんだってその準備期間がいったんかもしれへんなって思えるって。それはできるんじゃないって今まで頑張ったんやから。だから自分の力を信じなさいって。傷つくのが怖いかもしれへん。でも今まですっごい頑張ってきたんやから。もうできる段階になったんじゃないって。幸せになっていいんだよって。自分の幸せが相手の幸せになるっていうことがあるんだよって。ちっちゃいまゆこさん、インナーチャイルドかな。お母さんごめんねーって言ってる。私はただお母さんを幸せにしたかっただけなんやって。だからお母さんの手をかけないように頑張ってきたって。それがお母さんにとっての幸せやと思ったから。
だって他にもたくさん兄弟いるしね、お金もかかるし、だから自分ができるところは全部自分がやって、お母さんの視界から消えてね、それが自分ができることやったんですよ。でも逆やったんですね、本当はね。お母さんは人に必要とされたかったからね。自分が良かれと思ってすごい我慢してやってたことが、本当はお母さんの欲してる逆をやってたみたい。で、お母さんが泣いてますね。我慢してます。今ね、まゆこさんが見せてわーって泣いてるんです。でもお母さんも今、泣くのをって我慢して、床に座ってて、斜め座りで座ってるんですけど、泣いてる。なんていうかな、我慢してる。あなたのことを抱きしめてあげる資格がないって。だって何もしてこなかったんやから。必要ともされてないし。だから今更、抱きしめる資格がないって。ごめんねって言ってるから。自分も完全じゃない。完全な母親じゃない、あなたにとって。こんな欠点だらけの自分が、今更あなたを抱きしめる資格がないって。まゆこさんが自分が完璧じゃないからお母さんに会えないって言ってるのと一緒。お母さんもこんだけのことをしてきた自分が、必要ともされてなかった自分が、今更まゆこさんを抱きしめる資格がないって言ってる。だから我慢してるみたい。だから難しいね、これね。ごめんねって。なんかすごい、なんていうのかな。欠落感があるみたい。自己肯定感が低いんやと思います。なんかどうしていいかがわからんかったって。必要とされてない自分がどう接していいかわからんかった。だから余計イライラするみたい。ごめんなさいね。だから当たるんですよ。なんか必要とされたいから当たるんですよ。自分の存在を否定されてるみたいで。だから腹立つみたい。お父さんに似てるからとかじゃないんじゃないかな。だからお母さんも必要とされたかったんですよ。自己肯定感が低い人ですからね。まあ、よく似てるかな、二人とも。お母さんとも似てますね。お父さんとも似てるなと思いましたけど。お母さんのこの表現の仕方がね、ちょっとしんどかったけど、まゆこさんにとっては。当たるっていう感じだったからね。でも今ここまで来たんやからね。今内面が分かってね。こういう仕組みになってるんやなって分かったんやから。今まで自分の内面を見てね、すごい頑張ってきたじゃないですか。だから、こんなお母さんもちゃんと理解できる。今、お互いに先に手を出してすごい難しいからね。それを、まゆこさんが先にやる。お母さんを、親やけど、なんていうのかな。子供やと思ってって言ったらちょっと変ですけどね。お母さんも辛かったんやなって。お母さんも認められたかった。お母さんも辛かったんですよね。子供に必要とされないわけです。だから、まゆこさんも辛かった。親やのに、お母さんやのに愛情もらえなかったっていうのも辛かったし、皮肉なことですけど、お母さんも辛かったんですよ。行き違いがあったみたいな感じですかね。でももう許せるんじゃないって。それはお母さんだけ許すんじゃない。お母さんの愛を求めてしまう自分も認めるんやって。だから自分のインナーチャイルドを抱きしめるようにお母さんを抱きしめる。それができる時に来ましたよってことです。お母さんだってね、完璧じゃないし、愛情がなかったわけでももちろんないし、ちゃんと愛はあった、お互いにね。それでこそいろんな人にもっと人の役に立てる。今もね、十分やってらっしゃるんでしょうけど、それがお母さんとの間のくらいですかね。そうすると、なんかいろんなことがきっとうまくいくみたい。そこがネックかな。やってもらってありがとうっていう関係性を作る。それをまずお母さんとすること。そうやって初めて他人とできるみたいな。でもなんか素敵じゃないですか。孤独じゃなかったんですよ。そうですよね。孤独にもちろん育ってきたとは思いますけどね。最後の関門っていうかね。自分を優先させる。よく言うじゃないですか、スピリチュアルって。あの感じ。それができて初めて自分の喜ぶ道が見える。我慢して人の幸せ優先させるんじゃなくて、自分のわがままを言うのが人の負担やと思ってたけど、自分の気持ちを優先させることが周りのプラスになることがある。そういう風に世界はなってる。だからこそ人に言える。自分の気持ちを優先させなさいって。我慢するのが人生じゃない。我慢をするっていうのは他人の幸せじゃない。自分の気持ちを優先させるっていうのが生きる道ですよ。だからもっと自由になる。これができたら。自分を許せるし、自分の弱さも認められる。
っていうことこそ強さ。それを教えていけばいいって。親御さんとの関係性で悩んでる人はやっぱり我慢してる人もすごい多い。子供ってすごい純粋やから、お母さんとかお父さんにいろんなことされてもやっぱり自分、まゆこさんみたいに消えてなくなることが親のためだったら消えてなくなりたいって思うぐらいの愛を持ってたりするんですよね。それで苦しいじゃないですか、やっぱり。自分が消えてなくなるのが他人の幸せなんて思うのってすごい辛いですよ。もうそうじゃないっていうのが分かったんやから、自分の気持ちを優先させなさいって言えるからね。実際やってみても、誰も幸せにならなかったよって、怖いのは分かるけど、やってみたらいいって。だからこそ、今このメッセージがあるわけやし、自分がその段階に来た、そのメッセージが来たっていうのをね、それが理解できる時が来た時やって。その生徒さんもね、そうやってまゆこさんが言ってあげるっていうタイミングがその人に来たんやったら、その人がそれを理解できる時なんやから、そうやって繋いでいくんですよね、もうね。今ちょっとまゆこさんとお母さんが仲良く喋ってるとかできるとか。デブさんが言ってる。ああ、嬉しいな。なんかね、こんなん言ったらあれですけど、上辺の笑顔じゃないですね。なんかこう、ほっとした笑い顔になってます。笑顔。ほっとした顔なんかちゃんと笑ってると思う。お互いに愛しかもしれへんけど、親子関係の再構築みたいな感じですかね。新たなステージっていう感じかな。お互いに誤解してたから、これを解いて、またやりとりをしていくっていう感じかな。まゆこさんのお母さんに対する愛とお母さんの愛がゆえの葛藤、どちらも本当に素敵やなって思ったわ。相手のためと思ってやるけど、より複雑になっていく関係性っていろんな人に起こることやんな。自分のことを優先させることが相手の幸せになる。頑張り屋さんやとても相手に愛がある人こそ気づきにくいことかもしれへんな。今回ご出演してくださったまゆこさんは、前歴講座やライトワーカー講座の講師をされています。概要欄にまゆこさんのブログとインスタグラムを掲載しているので、愛のあるまゆこさんの講座にご興味ある方はぜひ覗いてみてください。そこら辺の猫を見た時にびっくりさせちゃうから、あんまり近寄らんようにしてたけど、自分の猫への思いを優先させて猫語で喋りかけてみるわ。今なんて言ったか分かった？大好き。